感情の込め方がえぐいですよね。だからただただ感動してしまうというかね。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ベビーメタルアルカディア、こちらのライブ映像を見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。今回もですね、ベビーメタルの3人の魅力にものすごく没頭してしまいました。ぜひ動画の内容を気に入ってくださった方はですね、チャンネル登録、高評価、そしてハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、ベビーメタルアルカディア歌声分析 GO！ いい声。相変わらず美しくてすごい声ですよね。かなり最初から音域が高いと思うんですけれども、スーメタルさんめちゃくちゃ優しくて柔らかい声使ってますよね。これどういう声かっていうと、地声と裏声の中間の声、ミックスボイスですね。ものすごくコントロールが難しい歌声です。声の成分の割合としては裏声の方に比重を持っていった感じの声かなって思います。だから高い音域なんですけど柔らかい声を表現しやすいんですよね。で、鼻にいっぱい声を送っているような歌声なんですけど、そうすることによってキラキラとした美しい音色になりやすいんですよね。あと素晴らしいなって思ったところがもう一箇所あって、最後のかけらはって言ってんのかな、ここをですね、一言歌って息継ぎ、一言歌って息継ぎみたいな感じにして、言葉をですね、より強調させたような雰囲気作りをしてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。かけらはって言ってますよね。息継ぎじゃないかもしれない。今聞いたら。ごめんなさい。息止めてるだけかもしれないですね。失礼しました。訂正します。確認してよかったです。嘘言っちゃうところでした。息を止めて歌ってるからこそこの引っかかる感じがね出てるんですよね。これがめちゃくちゃかっこいいですよね。すごいですよね。フレーズの最初の音から後半に向かうにつれて多少音域が上がってるんですよね。で、音域が上がると声にパワーって乗りやすいんですけど、それを感じさせないですよね。ものすごく丁寧で整ったフレージングかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。光まといのところでぐっとパワーが出てもおかしくないんですよ。でも綺麗に一定のテンションをですねキープしたこの歌声めちゃくちゃ難しいですよ。声を聞いた感じ、後半に向かうにつれて声をね後ろにクッと引くようなイメージで歌ってるような感じがしますね。声って後ろに引くようなイメージで歌うと柔らかい声になるんですよね。スーメタルさんここではその性質をうまく使ったんじゃないかなっていうふうに推測します。うん。で、今声の音色をですね、変えましたよね。気づきましたか皆さん。どう変えたかっていうと、この1個前までのフレーズはですね、鼻の音色が中心だったんですよね。鼻腔共鳴って言うんですけど、先ほども言ったようにキラキラとした美しい音色を作ったり、声質のコントロールをメインでするところなんですけど、その響きを減らして、口の中の音色をですね、強くしたんですよ。口の中は口腔共鳴って言います。で、口の中の主に喉の方ですね。あみたいな、こういった音色をですね、少し混ぜたんですよ。そうすることによって少しミステリアスな声質で歌っていたポイントかなって思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ね、声変わりましたよね。こういう風に細かい声質コントロールがですね、素晴らしすぎるんですよね、スーメタルさんって。もう表現力が無限大っていうかね。あ、かわいい。そっか、この映像は2024年だから、現在のベビーメタルのメンバーと同じなんですね。モモメタルさんとモアメタルさん。ものすごく美しいコーラスでしたよね。そして2人ともね、可愛いですよね。次いきますよ。まっ
すぐで綺麗な歌声ですよね。で、ちょっと珍しいんですけど、フレーズの終わり際、スーメタルさんちょっとだけビブラートを使っていたんですよね。もうスーメタルさんが歌うロングトーンのほとんどはストレートボイスっていうか、まあ今初めて言ったんですけど、ストレートボイスとか。ロングトーンはですね、まっすぐ伸ばすことがほとんどだったんですけど、今のポイントはですね、音が切れる直前にですね、うーうーってちょっと音が揺れてるんですね。これ珍しいです。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、わかりますか？ララララーっていう風に小刻みにね、グーって揺れてるんですよね。これ、ちりめんビブラートって言います。ヘビーメタルとか、激しいジャンルの音楽にものすごく相性がいいビブラートなんですよね。いやー、珍しいですね。ここのコーラスめちゃくちゃ綺麗ですよね。さっきも言ったかもしれないんですけど、ベビーメタルの歌声ってスーメタルさんの圧倒的な歌唱力と素晴らしすぎるほど美しいハーモニーだっていうふうに僕は思っていて、だからこのね、コーラスを聞くのも僕はね、個人的にものすごく楽しみなんですよね。で、この後のスーメタルさんがどんな歌を表現してくれるかっていう楽しみも増えるし、最高ですね。で、ここでは肺のですね、胸腔共鳴っていう音色を強く使ってます。先ほどミステリアスな声質を使ったっていう歌声よりもさらにたくましいかっこいい感じの歌声になってるじゃないですか。この音色はですね、胸腔共鳴で作られた音色です。胸腔共鳴っていうのは主に声の太さのコントロール、そして声のパワー感のコントロールをするポイントです。もう自由自在ですよね、スーメタルさん。声質コントロールが本当にえぐいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。あれ、今回結構ビブラート使ってますね、スーメタルさん。ラララー、ララララーみたいになってますよね。アルカディアはスーメタルさんの中でビブラートを使うっていう風に決めてる楽曲なのかな。いや、ビブラート使ってるスーメタルさんの歌声も最高ですね。あ、最高の流れですね。めちゃくちゃ美しいサビ。未来への希望みたいなね、そんな雰囲気すら感じるほど美しいかなっていうふうに思うんですけど、で、そこでスーメタルさんはですね、今度、鼻の音色をものすごく強調しています。鼻声の音色を少し足してるんですよね。だから声質的にはちょっと可愛らしいような雰囲気が出ています。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。めちゃくちゃ美しい可愛いって感じの歌声ですよね。やっぱりこのハイトーンの音域でこういったきらびやかな音色を作らせたらスーメタルさんが日本ではトップなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ものすごく魅力的な歌声ですよね。で、今のところはですね、音域下がったじゃないですか。そこで鼻の音色を少なくして、また口の口腔共鳴の音色にしてるんですよね。音域によって声の音色成分を変えてるってことかな。高い音域は鼻中心、中音域は口中心、で、低音域は胸腔中心みたいな。なんか前も違う曲でこういう風な声の音色コントロールをして歌ってる楽曲あったかなっていう風に思うんですけど、今回もそれ使ってますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。動き始めたのあたりはもう口メインっていう感じになってるんですよね。いや、すごいですね。歌を歌う上では、一箇所に統一した方がコントロールしやすいんですよ。一種類の歌声だけ集中すればいいので。単純にね。でもスーメタルさんって音域によって少なくとも3種類の声をコントロールして歌ってるから、普通の人に比べて最低でも3倍難しい歌を歌ってるんですよね。もうこの時点で次元が違うっていうかね、やばすぎます。あ、いいね。
追っかけから一緒になる瞬間がですね、めちゃくちゃエモいですね。で、こう光にこう包まれている演出がですね、ものすごく美しいですね。で、今のここのモアメタルさんの笑顔ね、最高に可愛い。今月はですね、おねだり大作戦のリアクション動画も公開しようと思ってるので、そろそろね、僕もモアメタルさんの可愛さにですね、テンション上げる動画を公開したいなって思いました。たくさんの方からコメントでおすすめしていただいてるっていうのもありますので、今月中にですね、公開しますね。いいね。いいですね、この演出ね。スーメタルさんがこう凛とかっこよく歌ってる横で、モモメタルさんとモアメタルさんが可愛さ全開で振りまいてるっていう、このバランス最高ですよね。で、時々その3人の魅力がですね、一つにまとまった瞬間があるっていうところでキュンとしちゃうっていうかね。で、ここは全員で歌ってんのかな？スーメタルさんの歌声だけじゃないですよね。なんか声のパワー感も、スーメタルさん一人で歌ってる時よりもちょっとなんか多いような気もするし。僕の勘違いだったらごめんなさい。やっぱりそうっぽいですね。さっきのところは3人で歌ってるシーンで、今聞いたところはスーメタルさん1人になってます。なんか3人で歌ってる時のキラキラ感がすごいですね。ベビーメタルみたいな。なんかチームとしての魅力がすごい爆発してるような、そんな感じがします。で、今聞いたところはスーメタルさんのこう凛としたかっこいい雰囲気に移ってね、もう感情のね、起伏がすごいですよね、聞いてる側としては。いろんな魅力がこう立て続けに押し寄せてくるような感じがして。もう一回聞いてみましょう。これが可愛いですね。ダメですね。今、思わずモアメタルさんのポージングにね、目を奪われてしまいました。でもやっぱりそうですよね。今聞いたところの後半はスーメタルさん一人になってましたけど、声の雰囲気が変わりましたもんね。なるほどね。全員で歌うところね、僕ね、好きですね。こういったポイントも僕が今まで聞いたベビーメタルの楽曲の中ではあまりなかったかなっていうふうに思うんですよね。だから僕の中でものすごくレア感がですね、あって嬉しいですね。で、ここではまた太い声をね、チョイスして歌っているっていう。結構この胸腔共鳴を使った太い声を使うと声がこもりやすいんですよね。やっぱり低音のもわっとした響きが強調されるので、言葉が聞き取りにくくなりやすいんですけど、スーメタルさんの歌声を聞いていると、こういった部分でもですね、しっかりと歌詞が聞き取れるから素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら、すごいですよね。声の音色の中心をですね、胸腔共鳴にしているんですけど、口は大きく開いて歌ってるんですよね。このバランスがですね、スーメタルさんの素晴らしいここの部分の歌声を作り出してるんじゃないかなっていうふうに思います。音域が変わっても口の大きさは変えないっていうね、ここ素晴らしいですね。いいね。演出もすごいですね。アルカディアっていうところは全員で歌ってるんですね。もうそのポイントだけもうぐっと声のパワーが前に押し出されてるような、この音圧がたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。すごいね。これ実際に直接見たらもう圧倒されっぱなしでしょうね。なんか個人的にはもうベビーメタルのチーム力っていう感じがする楽曲かなっていうふうに思うんですよ。このライブステージを見る限りね。ベビーメタルのメンバー、そしてバックバンド、そして照明、音響、舞台のスタッフ、もう本当に全員を含めたベビーメタルっていうチームワークが前面に押し出されてるようなものすごい楽曲かなっていうふうに思います。かっこいい。歌詞も熱いですよね。光よりも速く、鋼よりも強く。歌詞の意味合いとしてはいい意味でシンプルですよね。だからこそ言葉の意味がすごく伝わりやすいっていうか。で、ここでですね、また力強い歌声を使ってるっていうところもポイントなんですよね。
すごく強い気持ちを持っているみたいな、そういった感情も伝わってきますし、もう一回聞いてみましょう。ね、すごいかっこいい歌声じゃないですか。胸腔共鳴と口腔共鳴が中心の歌声ですね。2つの響きをうまくブレンドして出してるみたいなね、そういう感じですね。声の力強さを胸腔共鳴で、言葉の力強さを口腔共鳴でみたいな、そんな感じかな。で、音域が変わってもこの声のパワー感をキープしてるんですよね。声質も太いままだし。だからこそ後半に行くにつれてグイグイとこう歌声で引っ張っていくような雰囲気が出てるんですよ。もう一回聞いてみましょう。でやっぱりここまでね、最後の最後まで歌声が力強いとすごく気持ちが込められている感じが伝わってくるじゃないですか。こういったところに感動しちゃいますよね。やっぱり C メロを歌うスーメタルさんってすごいですよね。ごめんなさい、語彙力なくなってきちゃってますけど、感情の込め方がえぐいですよね。だからただただ感動してしまうというかね、今の歌声がまさにそうだったかなっていうふうに思います。ほらほら、すごいですよね。で、今のポイントはですね、バックのリズムのビートがこう入ってきたじゃないですか。そこに対してさらっと歌声のアクセントを乗せるような感じで歌ってるんですよ。だからさっきほど力強い感じではないんですけど、こうスッと耳に入ってくるような雰囲気に切り替えてるっていうかね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。こういう細かい歌い方の変化を表現できるっていうところが神がかってますよね。普通に聞いたら絶対に気づけないポイントだと思うんですけれども、もうそういったミクロン単位での表現力って言えばいいんですかね。常人ではできないですよ、これ。このアルコーのところのこの音も難しいしね、ここでも転調してるんですよ。キーが変わってるポイントね。もう一回聞いてみましょうか。すごいね。ロングトーンだから簡単そうに聞こえるかもしれないんですけど、これ実際歌ったら難しいですからね。アルコーじゃないですか。もうこのおーにたどり着くかたどり着かないかっていうこの音を取ってる途中の過程でですね、ものすごく不安になるんですよ。そこに何の躊躇もなくスッと音を当てれるスーメタルさんの音感やばいですよね。やばい。すごいね。ここで落ちサビなんだけど3人で歌ってるから歌声の存在感がやばいですよね。で3人とも笑顔が素敵ですね。もう一回見てみましょうか。ほらほらほら。ここまで聞いちゃいましたけど、モモメタルさんの表情だけねちょっとアップにならなかったのが今のところは残念でしたけど、遠目でもね素敵な笑顔が見えましたよね。でこの光り輝いてる演出がですね神々しすぎますね。もうベビーメタルの3人が女神に見えてきました。でね、触れようか触れまいか迷っていたんですけど、めちゃくちゃテンポが速いじゃないですか、アルカディア。だからね、リズム取るのがめちゃくちゃ難しいんですよね。ドラムのパターンがスタントコダンスタントコダンスタントコダンじゃないですか。これに対してスーメタルさんどういったリズムで歌ってるかっていうと、タン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 なんですよ。これ何が難しいかっていうと、一瞬でもスーメタルさんが取ってるリズムがずれてしまうと完全に歌のリズムが遅れちゃうんですよね。だから間違えてスッタンっていう風にここで取ってしまうと、ちょっとねごめんなさい、専門的な用語を使いますけど、8分音符1個分後ろにずれちゃうわけですよね。そうすると遅れるっていうか、もう違う音符を歌ってしまうことになるんですよ。
だから正しいリズムで歌わなきゃいけないっていう部分のハードルがですね、他の楽曲よりも高いんですよね、アルカディアって。それをしっかりとですね、ブレることなく歌ってるスーメタルさんのリズム感がですね、神がかってますよね。多分初見で聞いたらリズムを取るのも難しいと思うんですよ、アルカディアって。テンポが速すぎるから。いやー、すごいですね。ああ、この追っかけのポイント僕めちゃくちゃ好きですね。もうベビーメタルの歌声分析あるあるですよね。後半になればなるほどリアクション動画に近づいていくっていうね。これはなぜかというと、スーメタルさんの歌声がですね、安定しすぎていて、1番で解説した歌声をですね、そのまま2番最後の大サビでも表現できるっていう、この神レベルの再現性がそうさせているんです。これは全然言い訳とかじゃなくてね。それと僕がベビーメタルが好きすぎてリアクションの方がやりたいとかそういうことじゃなくてね。世界的に見てもスーメタルさんの歌声の再現性ってトップクラスだと思いますよ、僕は。だから後半になればなるほど同じことの繰り返しになっちゃうんですよ、説明が。そう判断した時はですね、僕の気持ちを100% 解放します。リアクション動画になるっていうかね。ただ違う歌声が出てきた時はその時は歌声分析しますので。いいねー。あら、かわいい。かわいいですね。この、やっぱビシッってとこ好きだな。スーメタルさんもね、かっこいい雰囲気っていうかね、かわいい雰囲気になってますもんね。このまま最後までずっと全員で歌っていく感じなのかな。こういう風に歌割りを想像するのも楽しいですよね。あ、お、なんかバックの楽器のアレンジが変わりましたね。ここで激しい感じになってきた。何かひと仕掛けあるのかな。かっこいい声。えい、あ、こっからロングトーンなんだ。めちゃくちゃかっこいいですね、この音の流れ。アルカディアからもう一回聞きますね。かっこいい。えい、すごいロングトーンですね。パワーあふれる歌声で、このロングトーンはやばすぎますね、スーメタルさん。やっぱり歌声にパワーを乗せるときは、普段の歌よりも息の量を使うんですよ。だから長く伸ばすっていうのが、いつも以上に苦しくなるはずなんですけど、全然そんな素振り見せてないですもんね、歌声で。もう徹底した基礎力ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。やばくない？最後の最後までめちゃくちゃ強くてかっこいい歌声でしたよ。いや、ほんと尊敬しますよね。この歌の基礎力プラス神がかったテクニックの数々。もう想像を絶するほど練習してるとは思うんですけど、その努力の背景に感動ですね。いや、最後の煽りもめちゃくちゃかっこよかったですね。以上、ベビーメタルアルカディア歌声分析はここで終了です。いや、今回もすごかったですね。実はこのライブ映像を見る前にですね、少しだけ音源の方を聞かせてもらって、で、ライブ映像の歌声分析動画に挑んだんですけれども、今回のライブ映像がですね、2024年のライブ。で、音源の方がですね、2019年だったかな。音源の方がですね、若干スーメタルさんの歌声の声質がですね、可愛らしいような感じがしました。やっぱりこの5年の間で声の出し方が多少変わってるってことでしょうかね。で、やっぱりライブの方がですね、歌声に迫力があるなっていうふうに思いました。めちゃくちゃかっこよかったです。そしてモアメタルさんとですね、モモメタルさん、可愛くて素敵でしたね。次回はですね、ついにモアメタルさんの動画のですね、リアクション動画を公開しようと思います。先ほど言いましたね。おねだり大作戦のですね、リアクション動画の方を公開しようと思いますので、興味がある方はですね、ぜひまた遊びに来ていただけたらなというふうに思います。これからもベビーメタル全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。